この写真は、1945年6月25日、沖縄戦の終盤に沖縄本島の南部、糸満市から摩文仁にかけてのエリアで撮影されたとされる一枚だ。白旗を掲げた少女が、裸足で荒れ地を歩いている。撮影したのは米国陸軍のカメラマン、ジョン・ヘンドリクソン。沖縄戦の組織的抵抗が終わった2日後のことだった。この当時の写真を AI でカラー化してみよう。彼女の名前は、比嘉富子さん。当時7歳。なぜ白旗を持っているのか。戦火の中で家族を失い、たった一人で戦場をさまよっていた。一人でたどり着いたガマの中に、老夫婦がいた。両手両足を失った老人と、目の不自由な老婆。二人は富子さんを受け入れ、初めて安心できる場所をくれた。ここで一緒に死にたいという富子さんに、老人は言った。この世で一番大切なのは、人の命なんだよ。大事に生きなさい。やがて、ガマの外から、米兵の投降呼びかけが聞こえた。ジュネーブ条約。及びハーグ陸戦条約において、白旗は国際的に認められた、休戦の申し入れや、降伏の意思表示を意味する。老人は自分のふんどしで白旗を作らせ、富子さんに持たせた。嫌だ。一緒にいたいと泣く富子さんを、今まで優しかった老人は、初めて大声で叱った。ガマを出ると太陽が眩しかった。遠くで、米兵がこちらに何かを構えている。父の言葉がよぎった。最後は笑って死になさい。富子さんは笑顔を作って歩き続けた。構えていたのは銃ではなく、カメラだった。それがこの写真だ。投稿後、彼女は二人の姉と再会を果たす。しかし、老夫婦とは二度と会うことはなかった。実はこの写真は戦後、長い間忘れられていた。32年後の1977年、大人になった富子さんが沖縄小座市の洋書店で、英文の戦争写真集をめくっていたとき、偶然この写真を見つける。写っていたのは、かつての自分だった。しかし富子さんは、このことを自分の中にしまい、夫にすら話せなかった。あの老人と老婆をガマに置き去りにした悔い。今も眠っているであろう。あのガマの場所を、世間に知られたくなかった。戦場の光景は、夢に何度も出てきた。飛び起きたのは一度や二度ではなかった。後に県知事となる太田正秀氏が、著書で写真を紹介したのを機に、白旗の少女の存在が、広く知られるようになる。悩んだ末に勇気を出して名乗り出たのは、1987年、49歳の時だった。翌年、撮影者ヘンドリクソンとの再会を果たした。87歳になった今も沖縄で暮らす富子さんは、あの老人の言葉を鮮明に覚えているという。沖縄戦では9万4千人の県民が命を落とした当時の沖縄の人口のおよそ4人に1人に当たる。繰り返さないためにも忘れてはいけない戦争の記憶。今回の動画は沖縄戦の当時の実際の写真を AI でカラー化して振り返ってみよう。この1枚は1945年2月に撮影された第32軍の集合写真だ。沖縄戦が始まるわずか2ヶ月前のことである。この写真に色を入れてみよう。1944年3月、大本営は沖縄防衛のため第32軍を新設した太平洋の島々が次々と陥落し、沖縄は本土防衛の最後の盾と位置づけられた。写真の前列中央に座るのが司令官の牛島満中将。温厚で武士た思いの人物と評された。その隣が参謀長の長勇少将。攻撃的な性格で知られた。そして、高級参謀の矢原博道大佐。冷静な分析力を持つ頭脳派だった。写真には、他にも海軍の太田実少将。歩兵第89連隊長の金山仁大佐。歩兵第32連隊長の北、合格郎大佐の姿がある。彼らの多くは、この数ヶ月後、沖縄の土に帰ることになる。第32軍には当初、精鋭の第9師団も配備されていた。しかし、1944年末、大本営は、これを台湾に引き抜く。沖縄の守備兵力は大きくそがれた。矢原は激しく反対したが、命令は覆らなかった。残された兵力でどう戦うか。矢原が立てた作戦は持久戦だった。水際で迎え撃つのではなく、島の南部に陣地を築き、地下壕とトンネルで要塞化する。一日でも長く持ちこたえ、本土決戦の時間を稼ぐ。それが沖縄に課せられた役割だった。この写真は、1944年、満州の東岸で撮影された一枚だ。ぬかるんだ大地に整列する兵士たち。第24師団歩兵、第22連隊の出陣式である。壇上では軍旗が掲げられ、後方には何百人もの兵士が並んでいる。その時の出陣式典の様子を収めた写真をカラーにしてみよう。彼らの行き先は沖縄だった。本土防衛の最後の要として送り出される。しかし、彼らは知っていたはずだ。サイパン、グアム、ペリリュー、南方に送られた部隊がどうなったか、噂は届いていた。圧倒的な物量を誇る米軍に、勝てる見込みはほとんどない。家族に何を書き残しただろうか。故郷にいつ帰れると思っていただろうか。あるいは、帰れないと覚悟していたのかもしれない。満州の広い大地から、本土防衛最後の要沖縄へ。彼らの多くは、
二度と故郷の土を踏むことはなかった。1945年4月1日、エイプリルフール。この日、沖縄の海岸線は異様な光景に包まれた。浜辺に押し寄せる無数の上陸用舟艇。沖合にはさらに多くの艦船が控えている。アメリカ軍が沖縄本島への上陸を開始した瞬間だ。この写真をカラー化してみよう。投入された米軍の兵力は約18万人。艦船は1500隻以上。太平洋戦争で最大規模の上陸作戦だった。史上稀に見る規模の物量作戦だった。上陸地点は沖縄本島中部の西海岸、読谷から北谷にかけてだった。江原の持久戦構想はここで効果を発揮する。日本軍は水際での抵抗をあえて行わなかった。米軍はほとんど無抵抗で上陸に成功する。米兵たちは拍子抜けした。こんなに簡単でいいのかと疑った者もいたという。しかし、それは罠だった。日本軍は南部の陣地で静かに米軍を待ち構えていた。上陸した米軍がまず目指したのは飛行場の確保だった。読谷の曽部飛行場に踏み込んだ米兵たちが見つけたのは草地に放置された日本軍の航空機だった。この写真をカラー化してみよう。99式総発系爆撃機。連合軍のコードネームはリリー。米兵たちが機体を覗き込んでいる。胴体には59の番号が読み取れる。迷彩塗装は剥げ落ち。プロペラは曲がっている。飛べる状態ではなかった。沖縄の日本軍にはまともな航空戦力がほとんど残っていなかった。飛行場はあっても飛ばす飛行機がない。燃料もない。パイロットもいない。残されていたのは特攻兵器だけだった。沖縄は本土からの航空特攻の中継基地としての役割も担っていた。しかし制空権を完全に奪われた今、飛行場は意味を失っていた。米軍はこの飛行場をわずか数日で修復し、自軍の作戦基地として使い始める。日本軍が守るはずだった飛行場が敵の手に渡るまで驚くほどあっけなかった。米軍が沖縄で発見したのは飛行機の残骸だけではなかった。この写真に写っているのは小さなボートだ。船体には D86 という番号が見える。この写真をカラー化してみよう。これは信陽と呼ばれた海軍の特攻艇である。全長わずか 5.1 メートル。素材はベニヤ板。エンジンはトヨタ製のトラック用エンジンを改造したもの。最高速度は約25ノット。時速にして50キロほどだ。船首に250キロの爆薬を積み、敵艦に体当たりする。それだけの兵器だった。乗員は1人。1944年、圧倒的な戦力差を埋めるために、極秘開発された安価なベニヤ板のボートを大量に作り、数の力で米艦隊に襲いかかるという発想だった。鋼鉄が不足していたからベニヤ板なのではない。最初からベニヤ板で量産する設計だった。沖縄に破信用が大量に配備されていた。特にケラマ列島の座間味、赤、ゲルマには合わせて約300艇が洞窟に隠されていた。米軍の上陸船団に夜襲をかける計画だった。しかし米軍は沖縄本島より先にケラマを制圧する。信用の多くは洞窟ごと破壊された。出撃のタイミングを完全にしたのだ。乗り込むはずだった隊員は飛行予科練習生の出身者が多く、10代後半から20代前半の若者たちだった。昼間は洞窟に隠れ、米軍の猛射に耐える毎日。明日こそはと思い詰め、精神的に追い詰められた者も少なくない。ケラマの島民たちは特攻隊が米艦隊を追い払ってくれると信じていた。しかしその特攻艇がなすすべなく破壊されるのを目にした。もはや守ってくれる軍隊はいない。この絶望がケラマで起きた悲劇的な集団自決の引き金の一つになったと言われている。写真では米兵が桟橋から信陽を覗き込んでいる。背景には穏やかな海と緑の島々が広がる。この美しい海で片道切符の出撃が計画されていた。特攻兵器はボートだけではなかった。これは米軍が沖縄の飛行場で鹵獲し展示した兵器だ。機体には I18 の番号と桜の花びらが描かれている。この写真をカラー化してみよう。人間が乗り込むロケット推進の滑空爆弾である。正式名称は MXY-7。海軍のパイロット太田昭一少尉が発案した一刻も早い実戦投入を目指し、風洞実験すら簡略化されたという。仕組みはこうだ。まず、母機の石切陸鋼の爆弾層に桜花を吊り下げる。搭乗員は飛行中に母機の胴体から細い板を渡って桜花に乗り込む。一度乗り込んだら、もう母機には戻れない。目標が視認されると切り離し、3本のロケットに点火し、時速800キロ以上で敵艦に突入する。全長6メートル。全備重量2140キロ。そのうち1200キロが機種の爆薬だ。機体の半分以上が爆薬ということになる。着陸装置はない。最初から変えることを考えていない設計だった。桜花を運用したのは
第721海軍航空隊、通称神雷部隊と呼ばれた。しかし桜花には致命的な欠陥があった。母機の一式陸鋼だ。桜花を吊るした一式陸鋼は重くて鈍重になり、米軍の戦闘機に狙い撃ちにされた。1945年3月21日の初出撃、18機の一式陸鋼が出撃したが、前機が撃墜された桜花を一機も切り離せないまま、母機ごと全滅したのだ。搭乗員も母機の乗員も全員が帰らなかった。それでも出撃は続けられた。4月12日、桜花は米駆逐艦マナーとエル・エイブルを撃沈する。これが桜花の最大の戦果となった。しかし投入された数に対して戦果は極めて限られていた。米軍はこの兵器をバカボムと呼んだ。バカとは日本語のバカのことである。戦後この名を知った遺族の中には激しく憤った人もいた。一方で、こんな兵器を作らせた指導者こそバカだと自重的に語る関係者もいたという。神雷部隊の指揮官、岡村元春大佐は多くの部下を死なせたことへの自責の念から戦後自ら命を絶った。写真の足元にはキープアウトの看板が立てられている。米兵にとっても理解しがたい兵器だったのだろう。しかし理解しがたいのは兵器ではなく、これを作り若者を乗せた側の判断だったのかもしれない。沖縄戦では軍人だけでなく、多くの民間人が戦闘に巻き込まれた。冒頭で触れたように、県民の4人に1人が命を落としている。YouTube 動画では遺体や負傷者の写真は紹介できない。しかし、沖縄の地上で何が起きていたかは伝えなければならない。当時の沖縄の人々は、アメリカ兵は鬼畜だと教え込まれていた。捕まれば男は戦車で引き殺される。女は暴行された上で殺される。耳や鼻をそがれる。そう信じ込まされていた。だから米軍が投降を呼びかけても、人々はガマから出てこなかった。ガマとは沖縄の自然の洞窟のことだ。兵士と民間人が一緒にガマの中に身を潜めていた。小さなガマに数十人、大きなガマには1000人以上がひしめくこともあった。湿度はほぼ 100%、排泄物と刺繍が充満する闇の中だった。米軍は日本語が話せる日系2世の兵士に拡声器で呼びかけさせた。水がある、食料がある、殺さない。飛行機からは投降票と呼ばれるビラも大量に撒かれた。しかしそれでも出てこなかった。米軍が迫ると、ガマの中では悲劇が起きた。投降しようとする民間人を日本兵が止めることもあった。泣き声で敵に見つかると、赤ん坊を殺せと命じられることもあった。手榴弾を渡され、これで自決しろと言われた住民もいた。沖縄の方言で話す住民をスパイだと疑い、処刑した日本兵すらいた。敵より味方が怖い。それが、住民たちの現実だった。しかし実際に投降した人たちは、鬼畜どころか、米兵から水や缶詰、チョコレートを渡された。教えられていたことは嘘だった。あの恐怖は何だったのか。もっと早く出ていれば助かった命が、どれだけあっただろう。そんな中、この写真は、米軍のトラックから食料を盗もうとして、捕まった日本兵捕虜だ。米海兵隊員がライフルを構え、日本兵が両手を上げている。この写真をカラー化してみよう。なぜ食料を盗まなければならなかったのか。1945年5月、首里からの撤退以降、組織的な補給は完全に途絶えた。制海権も制空権も失い、本土からの物資は届かない。兵士たちは生の芋やソテツの実を食べた。ソテツには毒がある。毒抜きが不十分で、命を落とす者もいた。カタツムリやカエルも口にした。それでも足りなかった。民間人が持つわずかな食料を銃で脅して奪う日本兵もいた。軍官民共生共主というスローガンとは裏腹に、守るべき住民から食料を取り上げる。それが沖縄戦の末期の現実だった。先人君には生きて旅衆の恥ずかしむを受けずとある。捕虜になることは、軍人として最大の恥とされていた。だから服できない。しかし、上には勝てない。この写真の日本兵は、その狭間にいたのかもしれない。次の写真を見てほしい。1945年6月。沖縄本島南部のおろくで撮影された3人の日本兵捕虜だ。米海兵隊員が所持品を検査している。注目してほしいのは真ん中の男性だ。軍服ではなく、縞模様の着物を着ている。なぜ兵士が着物を着ているのか。いくつかの可能性がある。一つは防衛隊として招集された民間人だったという説だ。防衛隊とは、17歳から45歳の沖縄の男性を根こそぎ動員した組織だ。正規の軍服は支給されなかった。自分の着物のまま戦場に送られた人が大勢いた。もう一つの可能性は、正規兵が軍服を捨てたということだ。降伏する際に軍服を着ていると、より厳しい扱いを受けると考え、民間人の衣服に着替える兵士もいた。この写真をカラー化してみよう。この3人が投降したのはオロク半島での戦いの後だった。オロクには海軍の大田実少将が率いる約3000人の部隊がいた。6月4日、米軍がオロクに上陸すると、激しい地上戦が始まった。大田少将は6月6日、海軍次官宛てに一通の電報を打った。沖縄県民核戦ヘリ。県民に対し、公正特別のご厚配を賜らんことを、沖縄の民間人が、
いかに献身的に戦いに協力したかを記し、戦後の保護を願う内容だった。6月13日、太田少将は司令部号で自決した。指揮官を失った部隊は、組織的な抵抗を続けられなくなった。翌14日だけで306人の日本兵が投降している。この写真の3人も、おそらくその中にいたのだろう。沖縄戦には朝鮮半島出身の軍属も多く、動員されていた。その数は1万人から1万5千人とも言われる。飛行場の建設や物資の運搬など、過酷な労働に従事させられた。彼らもまた、この戦場の犠牲者だった。投降した兵士たちは、まず、DDT の粉を全身にかけられた。シラミやのみを駆除するためだ。その後、尋問を受け、夜間の収容所に送られた。捕虜たちは、米軍から食料と水を与えられ、戦場とは別世界のような扱いを受けた。生きて旅衆の恥ずかしむを受けず、その教えに従い、多くの兵士が自ら命を絶った。しかし、投降した者たちは生き延びた。恥だと教えられた選択が、実は生きる道だった。木の柱で支えられた暗い坑道、衣服や書類が散乱し、電線が天井から垂れ下がっている。ここは第32軍司令部号の内部だ。この写真をカラー化してみよう。沖縄防衛の最高責任者、牛島満中将。彼の司令部は当初、首里城の地下にあった。全長 1km を超える、巨大な地下壕だ。坑道は5番の目のように張り巡らされ、数千人が収容できた。しかし5月末、米軍の猛攻により、首里の防衛は限界に達した。牛島は決断を迫られた。首里で玉砕するか、南部へ撤退するか、参謀の間でも、意見は割れた。長勇参謀長は最後の突撃を主張し、矢原高級参謀は持久戦を訴えた。結局、牛島は南部への撤退を選んだ。5月27日の夜、司令部は摩文仁へ移動した。雨の中の撤退だった。この撤退に巻き込まれた民間人の犠牲は計り知れない。摩文仁の司令部号は首里に比べて、はるかに狭かった。もはや、組織的な作戦指揮はほぼ不可能だった。通信も途絶えがちで、前線の状況すら把握できなくなっていた。6月18日、米軍のバックナー中将が前線視察中に砲弾で戦死した。沖縄戦で戦死した最高位の米軍将校だった。しかし、それでも戦局は変わらなかった。6月23日未明、牛島満と長勇は、摩文仁の号で自決した。自制の句を残し、解釈が行われたとされる。司令官の死により、第32軍は組織としての機能を完全に失った。この日が現在の沖縄慰霊の日となっている。しかし司令官が死んでも、戦闘はすぐには終わらなかった。命令が届かない兵士たちは、各地で抵抗を続けた。最後の投降者が出たのは、それから数ヶ月後のことだった。次の写真には、異様な光景が写っている。海軍空母の飛行甲板の上に、数十人の日本兵が座らされている。ほぼ全員が白い下着姿だ。周囲には銃を構えた海兵隊員が立っている。ゲラマ列島で投降した日本兵捕虜たちだ。この写真をカラー化してみよう。ゲラマ列島は沖縄本島の西、約40キロに浮かぶ島々だ。米軍は本島上陸の1週間前、1945年3月26日にここを攻撃した。目的は艦隊の補給基地と、損傷した艦船の修理拠点の確保だった。日本軍はこの島々に約300艇の特攻艇を隠していた。陸軍のマルレ、海軍の信用だ。米艦隊に体当たりするはずだった小型ボートだ。しかし、米軍が先に島を制圧したため、その大半は出撃することなく、洞窟の中で破壊された。そしてケラマでは、沖縄戦で最初の集団自決が起きた。座間味島では約170人が命を絶った。ゲルマ島では、住民の半数近い、約50人が犠牲になった。とか四季島では、約330人が、手榴弾や鎌で自ら命を絶った。軍から配られた手榴弾が、自決に使われた。捕まれば、殺される。そう信じ込まされていた住民たちだった。捕虜たちが裸に近い姿なのには理由がある。日本兵が衣服の中に手榴弾を隠し、自爆することを米軍は恐れていた。投降した兵士は、まず全裸にされ、身体検査を受けた。その後、DDT を全身にかけられ、元の軍服は焼却された。新しい服が支給されるまで、この姿で待機させられた。下を向く者、呆然と海を眺める者、捕虜になれば殺されると教え込まれていた彼らにとって、生きていること自体が想定外だったのかもしれない。彼らは尋問を受けた後、収容所に送られた。そこで待っていたのは、拷問ではなく、食事と水だった。鬼畜米英という教えとは、正反対の現実だった。泥だらけの地面に座り、地図を広げる二人の男、左の男は、米軍の軍服を着ている。右は捕虜だろう。しかしこの写真の本当の意味は、左の男の正体にある。この写真をカラー化してみよう。彼の名前は、比嘉武次郎。ハワイ生まれの日系2世だ。
しかし彼は2歳から16歳まで沖縄で育った。沖縄の言葉を話すアメリカ兵だった。米軍の情報部、MIS の語学兵として沖縄戦に投入された比嘉は、ガマに隠れた民間人の説得を任された。拡声器を手にガマの入り口に立ち、拡声器を使い沖縄の言葉で呼びかけた。私は中城の比嘉の息子だ。米軍は殺さない。出てきなさい。なぜ沖縄の方言だったのか。標準語は軍隊の言葉だった。命令と死のイメージと結びついていた。しかし沖縄の言葉は故郷と家族の言葉だ。完璧な内縄口を話す比嘉の声に、ガマの中の人々は、この人は身内だと感じた。あるガマでは、かつての恩師や同級生に再会したという、仇同士になった故郷の人々を、言葉の力で救い出した。比嘉のような沖縄系の日系二世語学兵は、約300人いたとされる。彼らの説得によって救われた民間人は、数千人に上る。比嘉一人だけでも3000人以上の命を救ったと言われている。私は銃を撃つために沖縄に来たのではない。一人でも多くの同胞を救うために来たのだ。比嘉は後にそう語っている。戦後、比嘉はハワイに戻り、2017年に94歳で亡くなった。2006年には沖縄県知事から感謝状が贈られている。6人の子供たちが不安そうな目でこちらを見つめている。幼い子を背負った子もいる。足元には麻袋とカゴ。それが彼らのすべての持ち物だった。この写真をカラー化してみよう。1945年4月15日、この子供たちはガマから出てきたばかりだった。第6海兵師団の収容所へ向かう途中に撮影された一枚だ。ガマとは沖縄の自然の洞窟のことだ。米軍の砲爆撃が始まると、住民たちはガマに逃げ込んだ。暗灯の中で何日も過ごした。食料も水もほとんどない。外では砲弾の音が鳴り止まなかった。この子供たちの親はどこにいたのか。そばにいたのかもしれない。すでに亡くなっていたのかもしれない。沖縄戦では多くの子供たちが親を失った。色がつくと、子供たちのガスリの着物の柄が浮かび上がる。全員が裸足だ。急な避難で靴を履く余裕もなかった。年上の子が幼い子を背負っている。親とはぐれた子供たちが、互いに守り合っていた。足元の麻袋には、おそらく芋が入っていた。命をつなぐ唯一の食料だ。カゴの中には、先祖の位牌や、家族の大切なものが入っていたかもしれない。ガマを出るとき、持ち出せたのはそれだけだった。この子供たちがその後、家族と再会できたかはわからない。沖縄戦では、多くの子供が戦争孤児になった。しかし、彼らは生き延びた、焦土と化した、沖縄の復興を担う世代になっていく。同じ1945年4月15日、同じ場所で撮影されたもう一枚の写真がある。赤ん坊を背負った若い母親だ。この写真をカラー化してみよう。その表情を見てほしい。目は恐怖で見開かれている。今にも殺されるのではないか。そんな顔をしている。米兵に囲まれた中で赤ん坊をしっかりと背負っている。鬼畜米英。アメリカ人に捕まれば、女は恥ずかしめられ殺される。そう教え込まれていた。この母親は、まさにその瞬間にいると思っていたのだ。荷車にしがみつく。彼女の足は裸足だ。錆びたバケツが一つ。それが持ち物のすべてだった。背景には米軍のジープやトラックが並んでいる。しかし実際には殺されなかった。収容所に連れて行かれ、食料と水を与えられた。教えられていた恐怖は嘘だった。沖縄戦の犠牲者は約20万人。そのうち民間人は約9万4千人とされる。沖縄県民の4人に1人が命を落とした計算になる。もっと早くガマを出ていれば、鬼畜米英という嘘を信じなければ、助かった命がどれだけあっただろう。終戦から間もない。1945年。9月7日、嘉手納飛行場。この写真をカラー化してみよう。米軍のジープに乗った2人の日本軍関係者が写っている。おそらく、降伏調印式に向かう途中の場面だ。左の人物は、勲章の職長をつけた将校で、能見敏郎中将と思われる。右は通訳だろう。ご存知の方は、ぜひ、コメント欄で教えてほしい。この日、南西諸島の日本軍は正式に降伏した。牛島満中将は、すでに自決していたため、代理として3人の将校が署名した。能見敏郎中将、高田と久田少将、加藤忠夫少将。米軍側は、スティルウェル大将が受託した。沖縄戦の組織的な戦闘は、6月下旬に終わっていた。しかし正式に終結したのは、この9月7日だった。3月26日の慶良間上陸から数えて、166日、20万人以上の命が失われた戦いが、ようやく終わった。最後に1枚、希望の写真を紹介したい。木漏れ日の下で、子供たちが手を挙げている。先生の周りに集まって、青空教室が開かれている。1945年、宜野座村、米軍占領下で再開された学校の授業だ。この写真をカラー化してみよう。校舎はない。机も椅子もない。木の下の草の上が教室だった。しかし、
子供たちの表情を見てほしい。笑っている子がいる。手を挙げて何かを答えようとしている。太陽の光を浴びて、楽しい授業だった。当時を知る平さんはそう証言している。ほんの数ヶ月前まで、この子たちはガマの中にいた。砲弾の音に怯え、飢えに苦しんでいた。家族を失った子もいたはずだ。それでも、子供たちは学び始めた。焦土の上で、沖縄の再生は始まっていた。今回紹介した写真は、すべて80年前の白黒写真だ。色をつけることで、あの時代の人々が少しだけ近くに感じられたなら、この動画を作った意味がある。沖縄戦で亡くなったすべての方々に、心から哀悼の意を表します。